世界にはサーファーなら一度は訪れたい夢の場所がある。ここスコーピオンベイもその一つ。バハカリフォルニア、メキシコの荒野に佇むその波は、今もなお多くのサーファーの探求心をかきたてる。ここは大きく分けて4つのポイントに分かれている。ファーストポイントはビギナーに優しい穏やかな波。セカンドポイントは終わりなきライド。たるめの波がゆったりとブレイクしていき、ロングやサップなどで人気。大きなうねりが入ればサードからセカンドまで乗り継ぎ、信じられない距離を乗り続けることができる。サードポイントは少し表情を変える。フェイスは立ち上がりセクションは掘れる。リーフ上で規則正しく割れる極上波だ。さらに奥、フォースポイントは人も少なくなり、一番うねりを拾う最もワイルドなポイントだ。スコーピオンベイを目指してバハカリフォルニアを旅するサーファー数知れない。私たちもまたその中の一人だ。そしてついにその伝説を体感する時が来た。おはようございます。やっとね、昨日の夜8時ぐらいにスコーピオンベイ到着しました。いや、アクシデントもあり引き返すことになってね、すげえ遠回りしたんですけど、ガイドブックには載ってなかったんですけど、下からの道は全部アスファルト敷いてあって、普通に道を走ってくることができました。ただね、6時以降はね、もう暗くなってきて、途中牛がいたりね、結構危険なことも、めっちゃ危険ってわけでもなかったんですけど、初めてのね、夜のドライブでね、ちょっと緊張した部分もあったんですけど、無事ついてよかったです。はい、これめっちゃいいの来てるね。セット来てる。これです。見てください皆さん。これがスコーピオンベイ。うわ最高。これ乗れたら超ロングライドじゃん。あれやば。こんな感じでね、しっかりね、波長の長いサーフスベルが届いてたんで、もうサーフィンが待ち遠しいです。このためにね、ほんとここまで来たんで。朝ごはん軽く食べて、で、水とか補充してから午後サーフィンしようかと思ってます。やばいです。はい。神回です。では、スコーピオンベイ。スコーピオンベイ。初サーフィン。まずね、第1ラウンドは、セカンドポイントで入っていきます。はい、今ね、レストランやってる人が、サードポイントが、チェストからショルダーハイぐらいで人も少なくてめっちゃいいよって言ってたんですけど、とりあえずねセカンドポイントで入って、後ほどサードポイントで入りたいと思います。はい、セカンドポイントはね、初心者にもおすすめのメロウな感じで優しい波です、超優しいよね、でも結構ねセット感は長くて人も増えてきたんですけど、乗れればかなりロングライドできそうなんで、楽しみ。波長が長いからね、しっかり届いてます、うねりがね。最高です。サンフアニカ。イエーイ。私は一応ブーツを履いてます。朝2人しか履いてなかったのに人増えたね。このインサイドあたりは砂になってます。岩もある。ちょっとやっぱ砂混じりの岩だね。いや、水もぬるくて気持ちいい。水もぬるくてメロウです。
前で上がってる人いたんで降りてきたんですけど、めっちゃリーフがシャープできついんで、裸足の場合はここやめた方がいいです。足僕もちょっともう怪我してます。超危険、痛いし足。今セカンドポイントでサーフィンして、今サードポイントに来ました。サードの方が波が張ってて、まあパフォーマンス的にはいいかなっていう感じで。まあショートとかミッドには良さそうだね。セカンドの方はね、波が全然割れなくなっちゃってフラットになりました。向こうもっとサイズあるじゃん、ほら。本当だ。もっとあっちの向こう。結構沖の方にいるね。すごいね、ここずーっと割れるんだね。ここは崖から降りるのが結構大変って言ってた。じゃあセカンドからパドルアウト頑張っていくか、崖降りるかって感じなのか。こっちの小さなお店。はい、ビールと15ペソでこのコーントルティーヤゲットしました。今日はタコス食べます。はい、今度はここで飲み水を補充します。いつものボトル、1個でね30ペソ。おー、高っ。でもう1個のちっちゃい方が20ペソ取られたら50ペソ取られて、生活用水は生活用水も組んだんだけど、それにも30ペソ取られた。飲み水と一緒の値段？一緒じゃない。ちょっと安い。安い安い。はい、午後のセッション、両田市サードポイントで入ります。心配でございます。ほんまにセットで入ってきますね。でもね、セカンドポイントよりやっぱセット感は短くて混んでるけど、まあ乗れるんじゃないでしょうか。私は撮影をします。Keep my head
います。でも3日目で3す。日目、まあ波来てるのが2日目だね。どこもなんか微妙みたいな、そこまでいいわけでもなく、そうだね。軽くここで入ってきて、でセカンドポイント、サードポイント、セカンドポイントかうん。移動するみたいな感じで行こうか。はい、メデューサ。メデューサです。あれ、飲み物がなんか昨日の方が波サイズあってよかったですね。なんかセット感長い割にやっぱ人も多くて。昨日の夕方が一番。そうだね。私はちょっと待機します。僕はね、朝一は、サードポイントで入って、でね、朝一ね、まだ潮上げてる時はこのセカンドポイントが割れてなかったんですけど、今戻ってきたらだいぶ潮が引いてね、割れ始めてます。ということで、今度はあゆみのターン。はい、ワックスオフしたしね。そう、ワックスオフしちゃったから急いでワックスして入りたいと思います。はーい、昨日の夕方がピークかな、もしかすると。今日ちょっとね、もうサイズ下がり始めてきてる気がします。では、ワックスを塗っていきます。コブができるまで優しく優しくもう撫でていくだけ。てか気温がさ、そこまで暑くないからさ、過ごしやすいよね。太陽はじりじりくるけど、りょうた海入ったからね、私汗だくだもん。マジでサーフヨギ。手をつけます。Somewhere waves through a long soft hair, faces just stop and stare. さあ今日もセカンドポイントで1ラウンド。波はねあるんですけど Wi-Fi がなくてアップロードが全然できないという。もうビデオは2日前に出来上がってるんですよ。ね、アップロードだけができない。ほんと昨日もね、町の小売店の Wi-Fi を使わせてもらってアップロード試みたんですけど、30分で 1% しか進まなくてマジでちょっと無理だな。でもそのままパドルアウトしちゃえば、リーシュ持っとくから。Tell me something, it might just take the pain away. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss.
はーい、今日のご飯はトマトパスタです。ニンニクたっぷりめ。いいね。このね、ビッグのライター、カナダとかアメリカでは有名なんだけど、チャッカマンもこれマジでおすすめ。これ最初はカナダでキャンプ、バンライフを始めて、最初はなんか100均のなんかノーブランドのやつを買ったんですけど、1ヶ月しないうちにもう使えなくなったんですよ。これもう5ヶ月使ってます。そうだね。まあもうほぼ出ないけど。もう今ガスはもうないけど、まだ使えるっていう。5ヶ月ほぼ持つっていう、マジでおすすめ。ビッグのライター。4ドル5ドルぐらいだったよね。超おすすめ。毎日使ってんのにね。このもらったガーリックがマジでいい。素晴らしいガーリック。日差しが痛い。痛いね。突き刺さる暑さ。レストランでね Wi-Fi を使わせてもらうためにビールを買いました。ワイン、ビールばっかなね、乾杯。暑いんだもんめっちゃ。うまい。全然違う。ね、ちょっと濃いめ。ドジャースのねファイナルゲームが始まったので、ここでもう夜ご飯を食べちゃってます。あとアップロードにも結構時間がかかるから。まあそうだよ。めっちゃいい匂いしたもんね。いただきまーす。食え、自分でトッピングするタイプ。ね、お肉最高。いただきます。うまい。肉たっぷり入って美味しそうだったよね。炭火焼きみたいな味するね。みんな集まってます。最終戦を見るために。よし、食べようっと。いただきます。今日もセカンドポイントでゆったりサーフィンです。もう昨日のね夜の段階でやっとアップロードもできて、俺のもアップロードできて、アップロードできないときついね。きつい。電波がないのが痛い。We'll keep on walking down the boulevard. Got no directions, we've been lost from the start. It's such a strange world we're living in. So many things to see, but where do we begin? What a beautiful world, what a beautiful world that I'm living in, that I'm living in with you. What a beautiful world, what a beautiful world that I'm living in, that I'm living in with you. We've got forever, so who needs time? Every moment with you feels so sublime. And if I could, I wouldn't change a thing being here with you. Yeah, it feels like a dream. What a beautiful world, what a beautiful world that I'm living in, that I'm living in
ever heard. And go. Oh, we could go to the mountains or the sea down below. Oh, we could go to the mountains or the sea down below. I wish we could go. Nothing's stopping us. What are we waiting for? What a beautiful world, what a beautiful world that I'm living in, that I'm living in with you. What a beautiful world, what a beautiful world that I'm living in, that I'm living in with you. はい、到着。お疲れさんでした。The sunlight dances on the balcony as I wait for thee to come home. I form of words. 今日は私たちの結婚記念日、本当は昨日だったんですけど、私が昨日今日結婚記念日じゃないって言ったら、りょうたに違うよ明日だよって言われて、それを信じたらまさかの昨日で会ってました。なんで信じたん？はい。はい、ビールとレストラン行こうと思ったんだけどね、安上がりで。はい、乾じゃあ杯。今年1年もよろしく。よろしくお願いします。いつもありがとう。I love you. I love you too. いただきます。うまっ。はい。で、ケサディーヤ。ケサディーヤ。チーズと豆。うまい。最高。いいただきます。シンプルでいいと思うんで。シンプル is the best。はい。シンプル。うまいっしょ。お水と変わんない味。うん。めっちゃうまい。最高。イエハッピーアニバーサリー。ーイ。ハッピーアニバーサリー。明日が満月から明後日かな。そんな感じで。月明かりが明るいです。お味噌汁とジャパニーズ。いただきます。ジャパニーズマーゲニーズ。いや、スコーピオンベイも、一昨日、昨日、今日までね、波があって、3日間ね、思う存分サーフィン楽しみました。うん。今日日曜なんですけど、昨日とかね、一昨日は、プエルトエスコンディード、ジカテラも、波すごい上がってるぐらい、やっぱサウスウェルが強かったんで、ここスコーピオンベイもね、ここまでサーフィン楽しめたのかなって。ほんとこれ逃したら、今年は多分ね、もうないのかなってぐらい、ほんと最後の最後のスウェル何回も言いますけど、だったんで、これをほんとキャッチできてよかった。とにかくよかった。ずーっと言ってたもんね。スコーピオンベイはいい波の時入りたいって言ってたんで、よかったです。なんか、ポイントがいっぱいあってね、崖沿いにもうずーっと波が割れていく感じで、ファースト、セカンドあたりは初心者にもめっちゃいい。年配の方から、子供、キッズ上手かったけど普通に。私みたいなちっちゃい波が好きな人、ロングボーダーとかね、には、なんか垂れすぎず、程よく張ってて、乗っていければもう本当に岸の方まで超ロングライドできる波で、サードポイント、フォースポイント。フィフスまであるし。フィフスか。まで行くと、もうどんどん炸裂して、
ショートボードバンバン当てられるようなハイパフォーマンスな波質で、初心者から上級者まで楽しめるもう最高のスポットだなって思います。結構こっちに移住してきてるアメリカ人とかイタリア人のファミリーとかもいて、やっぱ移住したくなる理由がね、なんとなくわかるよね、波はね。まあ一年中割れてたらまあベストだけど、まあ夏だけっていうのがちょっと残念だけど、すごいいいですね。一個難点を言うとすると、電波がない。あとちょっと街の物価が高い。やっぱちっちゃい街だから、大きいスーパーとかもなくて、ミニマートしかないので、もう物も高いし、水も高いし、電波もないし、ね、ほんとサーフィンしかすることないって感じです。まあ、電波は多分、ちゃんといいとこに宿泊すればあるんだろうけどね。ホテルとかだったらあります。キャンプ場はほぼない。レストランの方に行けば使えるんですけど、Wi-Fi 以外の電波はないって感じです。ちなみに、ここのキャンプ場は、一泊一人150ペソかかってて、カンティーンっていう、まあ、レストランがあるんですけど、そこで、支払う方式ですね。で、そこで払うと、そこのトイレと、まあ、シャワーも使える感じになります。ただシャワーは冷水だけで温水はないっていうことは注意してください。まあ、バケーションで来る感じだったら、僕らみたいにキャンプしなくて、どっかね、ホテルとかに泊まって、サーフィンしに来るのが、まあいいかなと思います。ちゃんとスウェルを狙ってくるなら、結構おすすめかなと思います。で、僕らが考えてたのは、こういうところで、みんなで、なんかツアー組んで、みんなとシェアできたらなっていう風には、なんか考えてたよね。ラパスとか、トドサントスとかっていう、まあ、下のちょっと大きな町があるんですけど、そこは空港があって、飛行機で来ることができて、そこからだったら、まあ、言うて多分3時間ぐらいで来れるんで、スコーピオンベイって正直、夢の場所じゃないですか。みんなバハカリフォルニア、スコーピオンベイって名前は聞いたことあると思うけど、ね、メキシコ怖いとか、やっぱ行く人がいないからっていう感じで、やっぱ行きたいけど行けない人って、多いと思うんですけど、来たみたいな感じで、危ない雰囲気全くないじゃん。全くない。だから、なんか、こういうところで、本当に来てみたい人たちとみんなで、そういう、まあ、ツアーというか、なんかそういうのやるのは、なんか面白いかなと思ったんで、興味のある方は、行ってみたいっていう方は、なんかコメントいただけて、それですごいなんか人数集まるようだったら、まだわからないですけど、いつか将来、みんなとサーフィンできたらなっていうふうには思ってるんで、コメントいただけたら嬉しいです。まあ、スコーピオンベイに限らず、いつかなんか、みんなで、どっかでサーフトリップじゃないですけど、リトリートみたいな感じで集まれたらいいなとは思ってます。まだ全然夢の話だけど。でも本当、私たちが今キャンプしてる、このセカンドポイントのとことかは、もうね、80年代とかから、もうずっとサーフトリップで通ってる人たち。今はもう60代とかの方なんですけど。もっとでしょあれ。いや、もっと70、70後半だよ。60代、70代ぐらいの方がね、夫婦でまたサーフトリップに来てて、もう80年代の彼らが20代の若い時からずっとサーフトリップに来てるよっていう夫婦の方とかがめっちゃいっぱいいて、アメリカからしたらやっぱ結構ポピュラーなんだなって思いました。こっちで会う老人夫婦の口癖。私たち、80年代からここに通ってて、これ、みんな。前はもっと波が良かったんだよ、みたいな。そう、良くて、人も少なくて、みたいな。もうこれね、鉄板です。まあそうなんだろうね、でもね。そうなんだと思う。インサイドの方は結構シャープな岩なんですけど、前はもう全部砂地だったみたいで、ね、写真見せてもらったんですけど、ほんとただのビーチで、もう今はもうほんともうビーチのかけらもないぐらい、砂はもうほんと奥の方にちょっとあるぐらいで、もう手前は全部岩が露出してて、もう結構ね、ゆっくり歩かないと足切っちゃうような感じ。台風とかで全部砂が持ってかれちゃったみたいで、昔はね、ビーチで犬連れて散歩したりとか、まあ、サーフィンしたりとか、もうフィフスからファーストの方までもうずっと繋がって乗っていける波が割れたりとかっていう風に言ってたので。フィフスからさ、ファーストだったらさ、相当距離長い。やばいよ。5キロ？そんなない。そんなない？言うて、まあ2キロあるかないかぐらい。2キロでもすごくない？ 2 キロ波乗ってけたら最高だよね。だって大地さんも言ってたもん。言ってた？言ってた。コネクトして多分大地さん言ってたのは、フォースからセカンドかな。
今も大きく割れればそんぐらい割れなるらしい。繋がるんだね。そこのポイントがあるじゃん。そこもなんか繋がるらしいけど、大地さん言ったのは確か、ほんとコネクトして下まで乗ってったら、上がって歩いて戻らないと無理なレベルで、距離長いって言ってた。まあそんなようなね、波が割れてるらしいんですけど、そこまでね、ビッグスウェールには僕ら当たんなかったんで、それは高望みしすぎかなとは思うな。本当だって、多分、住んでる人が、多分年一あればいいか、そのレベルだと思う。そんな感じのスウェルは。私もそんな大きかったら多分入れてないから、こんぐらいでちょうどよかったのかもしれない。私にとっては。見たかったけどね、そんな繋がってるような波は。いつかじゃあ。まあ、とにかく、いい波に当たってよかった。で、この後なんですけど、僕らは、この下の、このトドサントスエリアに行こうかと思ってまして、この辺は結構南の方に行くんですけど、北うねりを拾うんで、これからの時期、冬の時期ですね。北からのうねりが強くなるんで、いいらしいんだよ。だからそこでのエリアで、またちょっと、サーフィンしながら生活したいと思います。じゃあ、まあ、明日、明後日ぐらいかな。出発する予定です。明後日はね。明後日か。明日はなんか明日はもう撮影なしで、ちょっとゆっくり楽しもうかと思います。このバハカリフォルニアって、英語とか、まあ、白人の人は結構 YouTube とかね、動画アップしてるんですけど、日本人ではね、カリフォルニア YouTuber のはじめさんぐらいしかね、スコーピオンベイ上げてなくて、ね、情報が少なかったんで、僕らがね、こうやって、シェアすることによってね、もうちょっと裾野が広がって、みんながね、興味持ってくれればいいなと思ってね、今回紹介しました。例えば、スコーピオンベイ行きたいけど行き方がわからないとか、どうやって行ったらいいですかみたいな。何でもいいんで、質問あれば、コメントとかお待ちしてます。はい。ほんとバハに来て思うのは、やっぱアメリカとかでいい波っていくらでもあるんだけど、やっぱ人がどうしてもすっごい多いんだよね。サーフィン文化が根強いじゃん。だからサーファーもその分、若者もすごい多いし、お年寄りの方もすごい多いし、やっぱいい波の時はどこ行っても混んでるけど、こっちはこんなにいい波なのに誰一人入ってないとか、数人しか入ってないみたいなね。もう、それが最高だなって思う。日本にいてもそんなこと、ほとんどないじゃん。いい波があったらさ、誰かしら絶対入ってるじゃん。でもこっちは、それがなくて、ほんとたまに貸し切りウェーブがあったりとか、もうそういうのが、ほんと最高だなって思います。次のサーフトリップ、バハ行きたいってなんか思ってもらえるきっかけになれてたらすごい嬉しいなと思います。そうだね。おすすめはしたいんだけど、なんか僕らも危険な思いしてないからおすすめできるってだけで、もしかしたら危険な目に遭ってるかもしれないし、まだこれから先も続いていくから危険な目に遭う可能性もある。そしたら今後の発信でこういう目に遭いましたって発信もするかもしれないけど、今のとこ危険な目に遭ってないからみんなにもおすすめしたいけど、責任取れるわけじゃないじゃん。そこは自己責任でお願いします。では、最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。面白いなと思ってくれた方は、高評価、コメントもよろしくお願いします。お待ちしております。では、次のサーフスポットで会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。A place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know.